シュメル刀のフィクサテルミナ1付きとアルクエイム刀のフィクサフェタル4付きってどっちが強いのポン？あ、はずきちゃん、どうしたの？言ってるけど。いいところに。これポン、この2つの武器ってどっちが強いのかなって考えてたのポン。なるほどね。期間が終わった後のこと考えてたんだね。そうなのポン。本気強化するならどっちかなって思ったのポン。わかった。それじゃあ火力検証してみようね。やったなのポン。援護くんとまた殴り合いでじゃれ合っていくのポン。物騒なこと言わないの。始まるよー。こんにちは。公認クリエイターのはずきです。プリセット能力強化成功プラス 100% の追加が待ち遠しいポンです。はずきちゃん、とっても嬉しいお知らせがあるよ。どうしたのポン？やる気、元気、はずきな方が900人を超えたんだよー。ありがとうなのポン。いつも応援してくださりありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ポンのこともよろしくお願いします。ポン。さて、やる気に満ちたところで今回のお話は戦援護くんの進化の歴史について詳しくお話ししていきません。進化の歴史って何？それは苦労して援護くんが今の戦援護くん状態、とってもスーパーな援護くんになることができたのポン。そうなの？途中で普通のお猿さんになっちゃってるけど。そこに触れちゃいますかポン？だってすんごい気になるよ。そうなのポン。すんごい気になっちゃうポンね。だから別バージョンの援護くん進化の歴史ぜひ見てほしいのポン。わあ、なにこれ、すっごい気になる。公開日はいつなの？じゃないのよ。びっくりしたのポン。違うのよ。今日は火力検証のお話なのよ。みんな映画館で待ってるのポン。上映されないからね。さて、気を取り直して今回のお話はシュメル刀フィクサテルミナ1付きとアルクエイム刀フィクサフェタル4付きとで火力検証を行っていくお話になります。やったー、火力検証なのポン。わーいなのポン。今回の火力検証は前回と同じように絶望の援護くんと P していきますポン。 P はダメー。戦っていきタイムを測定比較していきます。また戦闘中は通常攻撃、ガードカウンター、PA のみで戦っていきます。もちろん被ダメージはゼロでの継承となっています。またアルクエイム刀はセズンを異なるフィーブを外し別の特殊能力に付け替えています。この火力検証は期間が過ぎた時を想定してのものなので効果がなくなってしまうセズンを異なるフィーブを入れて火力検証を行うとややこしくなってしまうためです。そして冒頭でお話ししていた通り期間が過ぎた後もアルクエイム刀は強いのかについてお話ししていますのでぜひ最後まで見ていただければと思います。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それではアルクエイム刀についての火力検証を始めていきましょう。よろしくお願いします。映画は浮き記語で作成中なのポン。浮き記語？それではシュメル刀フィクサテルミナ1付きアルクエイム刀フィクサフェタル4付きでの火力検証を始めていきましょう。待ち構えているのはお猿さん進化前の絶望の援護くんです。進化前だからとっても戦いやすいのポン。それでは今回の火力検証の詳細を見ていきましょう。今回の参加選手は左側が以前も参加した白神選手、右側が旧選手です。セットしているクラスは白神選手がブレイバー、バウンサー、旧選手がブレイバー、スレニアーです。使用する防具は両選手オプトスアーマプラス61を3つ装備しています。特殊能力は以上の通りです。合計の打撃威力は両選手プラス 147.0% です。今回は装備している武器の火力検証なので両選手違う武器を装備しています。白神選手はシュメル刀にフィクサテルミナ1、能力はクリティカル時の威力プラス 6.0% がついています。旧選手はアルクエイム刀にフィクサフェタル4、能力はクリティカル発生率プラス 12% がついています。このクラス構成、武器、プリセット能力の違いで一体どのような結果となるのでしょうか。やっぱりクリティカル発生率プラス 100% の白神選手に勝ってほしいと思うのと結構頑張って手に入れたのと
個人的な思いが爆発中の葉月ちゃんですが、果たして結果はどうなるのでしょうか。注目の結果が今決まろうとしています。9選手が今倒しきりました。タッチの差、本当にあと少しの差で白神選手が強かった。これは名勝負となりました。やっぱりファーシュメル刀なのか。それでは結果まとめとお話ししていきましょう。両選手お疲れ様。それでは名勝負となった今回の火力検証の結果を見ていきましょう。びっくりなのか。でもいいことなのか。今回の火力検証はファーシュメル刀フィクサテルミナ1付きとルクエイム刀フィクサフェタル4付きとで、サブクラスをそれぞれバウンサー、スレイヤーにして絶望の援護君と戦っていきタイムを測定比較していくというものでした。ファーシュメル刀フィクサテルミナ1付きは今後も使っていける最前線の武器と言えるのでしょうか。大丈夫なのか。まだまだ目玉の新武器なのか。それでは気になる結果を見てみましょう。やったよー。やっぱり強いのよファーシュメル刀。まだまだ使っていけるのよ。とっても強いんだから。ところで1秒の差ってとっても大きいのか。すいません、喜びすぎてました。1位白神選手1分43秒、2位9選手1分44秒でした。これはね、白神選手の方が強かったっていうのはとっても嬉しいことなんだけど、葉月ちゃんが言うように1秒の差って大きくはないのよね。そうなのか。倒しきった時もほとんど同時だったポンから、これはもうほとんど同じくらいの火力なんじゃないかなって思うのポン。そうだね、シーズンエネミー以外が相手だと同じくらいの火力ってことが言えるね。それでは続けて DPS を見てみましょう。じゃん。白神選手は1750、9選手は1824でした。この DPS は絶望の援護君と戦っていき、援護君がダウン中で颯つわぶきを3回打ち次元山を打っている時に出た DPS の最大の数値です。こちらの DPS では9選手の方が火力が出ているということが言えますが、これはクリティカル発生により上振れた数値ということですね。援護君がダウン中にたくさんクリティカルが出たのくんね。この時はどうなるのくん。この場合は倒しきったタイムが優先されるね。でも1秒間あたりの DPS が時と場合によってひっくり返っちゃうってことは、それくらいとっても近い火力ってことなのくん。そういうことだね。それでは今回の火力検証をまとめます。まず今回の火力検証はファーシュメル刀フィクサテルミナ1付きの方が強いという結果でした。ですがこれは本当に僅差、タッチの差での勝利でしたので、ほとんど同等の火力ということが言えます。この2つの武器に今回のプリセット能力をつけてシーズンエネミー以外と戦うとこうなっちゃったのか。では今後も使っていくおすすめの武器はどちらなのでしょうか。それは絶対にファーシュメル武器ということが言えます。なぜならアルクエイム武器は今回の火力検証で使用した能力以上を出しにくいからです。厳密にはフィクサフェタル5にするなどの選択肢もありますが、プリセット能力の4から5は効果が薄いため、これ以上の火力をほとんど出せないと言ってもいい状態です。アルクエイム武器はこれくらいが限界なのか。反対に今回の火力検証で使用したファーシュメル武器はフィクサテルミナ1付きでの火力検証でしたので、フィクサテルミナ1を2に2を3にしていくことでさらに武器の能力を上げることができます。まだまだ伸びしろがあるということですね。ポンは今後のファーシュメル武器にとっても期待しているのポン。以前の9月のアップデート内容の動画でお話しした通り、9月27日にはプリセット能力強化成功プラス 100% のアイテムが追加されますので、ファーシュメル武器についているフィクサテルミナ1を強化できる時は近いです。とっても待ち遠しいのポン。なのでシーズンが過ぎた時に使用していく武器はアルクエイム武器ではないということでいいのかなって思います。ファーシュメル刀を絶対に強化していくのポン。ですが期間中はアルクエイム武器の方が間違いなく強いので、整えた程度に強化をしてセズンをオトナルフィーブをつけたままでルシエル探索や期間限定クエストに行ってみましょう。期間限定で入手できる武器は期間限定だけで強かったってことなのポン。そういうことだね。それにしても絶望の援護君とは戦いやすくてすっごい大好きなのポン。最近の鬼神の戦援護君と火力検証したいかなって思ってたけど、してみたい？あの子はもう援護君じゃないのポン。お猿さん行こうか。
その進化の歴史ちょっと気になってきた。はい、ということで今回の火力検証はいかがだったでしょうか。今後を考えてもとりあえずファーシュメル武器を強化しておくということが一つの選択肢になるということが分かった火力検証でした。今最前線に追いついた方、まだファーシュメル武器のフィックサテルミナ位置付けを入手されていない方は今のうちからファーシュメル武器のフィックサテルミナ位置付けを2本準備しておくことをおすすめします。ポンは今3本目を手に入れようと頑張っています。ポン。そして今回しれーっと更新した防具を使っていましたが、防具と特殊能力について特に今の時期にお話ししておきたい大事な火力を盛る仕組みについてのお話がありますので、次回はこちらのお話をしていこうと思います。何それポン。すっごい気になるのポン。次回の火力を盛る仕組みの動画が気になる、やる気、元気、はずきな方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会える時を楽しみにしています。バイバイ。ポン、次回は2分猿時代の戦援護軍についての詳しいお話をしないからね。